この後ちょっと朝ごはんを食べにカフェに行こうと思ってます。で、午後は上野の美術館に家族と行く予定なので、それまではちょっと自由時間なんですけど、カメラも修理に出しに行きたいなと思っていて、修理に出しに行くというか、ちょっと修理の見積もりを取りたいなと思っていて、 GR3 のカメラを、持ってるんですけど、この GR3 の液晶画面にちょっと不具合が出ていて、それをちょっと修理でいくらぐらいかかるのか見積もっていただこうかなと思っていて、それが田端駅のところに持ち込みできるところがあるらしいので、そこにちょっと行こうかなと思ってます。で、その後その周辺か、あとは上野のあたりかなに行って、ちょっとカフェでゆっくりとかできたらいいなぐらいの予定で、ちょっと緩めに過ごそうかなと思ってます。それでは行ってきます。見積もり取ってもらったんですけど、やっぱり液晶の不具合は画面交換になるらしくて5万円ぐらいかかるということで、ちょっと5万円払うかどうかで、基本的に液晶以外に現時点で不具合がなければ写真撮ること自体には問題がないということを教えていただいたので、修理は要検討かなという感じです。でもすごく丁寧に優しく教えていただいたので、どうしよう、悩むな。とりあえず修理代金がおよそ分かったので良かったです。今回の旅のミッションを一つクリアしました。
ただきます。今日は東京から戻ってきて2日目の午前中です。昨日は2日間東京にいて、ちょっと仕事も合間ではやってたんですけど、集中してやる時間がなかったので、昨日はもう仕事をひたすらやって、で今日はちょっとだけ時間が作れそうなので、昨日届いたこのスマホプリンターを開封しようかなと思います。このスマホプリンター、去年の2025年の12月半ばにネットで注文したんですけど、そこからずっと入荷待ち、届いたのがだから1ヶ月半ぐらい待って、ようやく届きました。人気なんですかね、在庫が少なくなってるのかどうなのかということで、ずっとこれを待っていて、ビジョンボードをまだ作れてなかったので、これを今から開封してビジョンボードのページを、作り始めようかなと思います。ちょっと今日完成させるのは難しいかもしれないんですけど、このページですね、まだ空欄なので、ちょっと集めていた写真を印刷して貼っていきたいなと思います。開封しながらコーヒートークというか、東京の振り返り皆さんとお話ししたいなと思います。今回の東京は完全に仕事ではなくてプライベートで行っていて、私の家族が東京の国立西洋美術館でやっているオルセイ美術館展を見に行くっていう風に言っていて、もし来れたら来るっていう風に声をかけてくれたので、一緒に行くことにしたっていうのが、今回の東京旅の発端ですね。で、いつもだったら新幹線も安くないですし、ちょっと仕事もあるしっていうので、いろいろ考えていくのを躊躇しちゃうというか、また今度にしようかなっていう風にしていたところなんですけど、2025年からいろいろ自分の目標とか自分のこととか、あと将来のこととかを考える中で、2026年今年は、家族との時間、私の夫との時間もそうですし、父や母とかとの時間もそうなんですけど、そういった家族との時間もちゃんと大切にしたいなっていうふうに思っていて、あとフットワーク軽く外に出て行って人との出会いに自分から出向いていくっていう意識を持ちたいなっていうふうに思っていて、でそれを2026年の、目標でもないですけど、ちょっと意識しておこうっていうふうに思ってることの一つだったんですね。そういうのも後押ししてくれて、今回は東京に行こうっていうふうに決意することができました。家族との時間とかって結構いつまでもあるっていうふうに思ってしまいがちなんですけど、父母はもちろんこれからね、何時間何日何年会えるかわからないですし、夫や私自身もそうですし、いつ何があるかわからないので、会いたいって思う時とか会える時に会っとくっていうのはすごく大事だなっていうふうに、なぜか最近というか、年々年を重ねるにつれて思うようになってきているんです。皆さんもそんな感じだったりしますかね。20代ぐらいだとまだまだ大丈夫って気持ちなんですけど、30代だとその親のことも自分の健康のことも、そういった先のことを考えるようになる。私の場合はそんな風に
なっていて、20代の時もね考えてはいたんですけど、もっとなんかリアルに現実的に考えるようになってきてるなって気がします。でもそれで、出かける全然開封が進まない。でそれで出かけることができて、でどうせならと思って東京にいる友達に声をかけて、でその子とも運よく会うことができて、で私結構友達に連絡ってなかなか自分からできないタイプなんですよ。会いたくてもなんか用事があるかもしれないとか、気持ちが乗らないかもしれないとか、なんかそういうことばっかり考えて、それだったらなんか一人でもうパパッと行って、帰ってきちゃおうみたいな風に考えちゃうタイプで、多分それは勝手にね、自分が断られた時の予防線を張るというか、もうそもそも断られないようにしてしまうっていう、なんか心の予防線防御策というかをしてるだけなんですよね、結局は。でも結局会いたいならこっちからアクションを起こさないといけないというか、起こした方が絶対その実現する可能性は上がるわけだし、でつなぎ続けたい縁、そんなにね頻繁に会うわけじゃなかったとしても、機会があるたびに会えて話がちょこっとできたりとかできる関係、そういったずっと続いてほしいなって思う関係とかつながりっていうのは、自分でつなぎ止める努力はしていかないといけないよなと思って、だから行動しないとなと思ったんです。なんかそんな大層なことではないんですけど、連絡するとか、そんなこんなで、なんか私は日々ちょっと人とのつながりというか、家族との時間とか、これまでちょっとおろそかにしてきたなっていう自覚があるので、それをちょっと変えたいなっていうふうに2025年の年末に振り返った時に思ったので、今回思い切って人に会いに行く、自分から動いて、作っていく東京2日間だったんですね。オルセイ美術館展もすごく良くて、本当に本やテレビでしか見たことがなかった有名な作品とかが直接見れて、結構たくさんあったんですよ、そういう作品が。やっぱり直接見ると、テレビとか本で見る時には気づかなかったところにも気づけるし、こういうところにこういう絵が描いてあったんだとか。でもう一つ今回美術館行って、これも美術館の楽しみかもって思ったのが、他の人がその絵を見た時にどう思うかっていうのを友達とかとね話されてる方とかがいて、それをちょこっと耳に挟んだ時に、そういう見方があるんだとか、そういう風に感じるんだっていう、なんか自分にはなかった受け止め方、絵の感じ方とかっていうのを実際に美術館に足を運ぶと知ることがたまに稀にできる。話してる人自体そんなに多くはないんですけど、しかも話してるって言ってももちろん小声でね、皆さん他の人の鑑賞を邪魔しないように話してらっしゃるんですけど、なんかそういったポロッと言った誰かの一言に、なるほどね、そういう見方があるんだって、自分とは違う見方を教わることができるなって感じたんです、今回行って。それが今回のオルセイ美術館展行って気づけたというか、収穫だったことの一つですね。あと中華料理屋さんの三好さんかな、すごく美味しかったです。私ああいう中華料理屋さんがすごく好きで、町中華っていうんですかね、ちょっと下町感、人情感ある地元に根付いた感じのお店もすごく好きで、ああいうところもっと開拓したいなって思ってるんですよね。おしゃれなカフェとかレストランとかもうすごく好きなんですけど、また違った魅力、居心地の良さ、違ったところがなんか刺激されるというか、ああいうお店がもっと長くずっと続いてほしいなって思うので、できる限りこういうお店も足を運んでいきたいなと思ってます。開封しました。ちょっと説明書を読んで使っていこうかな。